とそれはあれのスヌタですね。あの花と、アサリです。干し大根とそれからゆで干し大根がありますからね。これはゆで干し大根です。でゆで干し大根は長崎特産です。で西海町の方に行ったら海のところにこう干してありますよね、ゆでたお大根を。初めはねもうもうとして向こうが見えないぐらい煙、そのゆでたあれでね。であれはほら海の風とそれからカリウムをたくさん含んでるから、長崎のゆで干し大根はとっても上等なんです。でそれを少しもう水だったらちょっと長くかかりますから、少しねぬるま湯につけてで戻してください。すぐ戻ります。でその戻し汁は絶対捨てないでください。それ一回ちょっと舐めてみてください。すごく甘いんですよ。だから炊く時お砂糖があんまり入れません。これはもうちょっと季節があれすれば今度ふきになったり、それからたけのこが入ってきたりします。で今日はまだたけのこがまだですから、まだ冬野菜で里芋で。お煮しめはもう普通のお煮しめですけど、長崎は意外とね結び昆布を使うんですよ。結び昆布っていうのは長崎は船で貿易をするときに大阪に行くんですね。堺に船で行くんですね。で堺にいろんなものを持って行って、そして帰りに京都か大阪のものを持って帰ってくる帰りの船でですね。で堺にはね昆布とかなんとかがたくさん集まるんですよ。向こうの北海道とかなんとか北前船があそこに来ますから、ね、ですから昆布も持って帰ってくるんです。それで鰹節も持って帰ってくるんです。で鰹節をあそこ、鹿児島みたいが近いみたいですけども、鹿児島は一つの国ですからね、そんなに簡単にいろいろもらわれないから、堺から持ってくる。ですから長崎の味はどっちかって言ったら薄口で京風なんです。そうです。大村寿司はね、もともとはもろ豚みたいなのにご飯をして、先ほど申しましたように刀で切って、もうお皿がいらないように外で戦争から帰ってきた武者たち兵士たちを食べてきたというあれがあるんですけども、その上にまたふり砂糖っていうメニューにはちょっとふり砂糖って書いてますけど、ふり砂糖お砂糖を上にかけて、そしてまたご飯をあれしていうぐらい。で昔ね初音ミクのところにね、みんな子供たちは遊びに行ってたんですよ。こう見せて本当は初音ミクですから赤ちゃんを見ねかんといかんのですけどね、赤ちゃんなんかは子供興味がないからあれお菓子をもらってたんです。初音ミクのところに行けるお縁があったりして、縁側からこうして覗いて、そしたら「ああみんな来てくれたのね」って言ってからね、こうして紙に包んでねお菓子をもらってた。だから何軒も回って、それはもう楽しいあれでしたよ。長崎から入って全国に広まった料理っていうのはたくさんあるんですよ。で一番は天ぷらですよね。あれは和食日本食と思ってるけど、あれはポルトガルのあれなんですね。でテンポラスの日っていうのがあって、でテンポラスの日はキリスト教のテンプラスの日は揚げ物を食べる天ぷらです。だからそれから揚げ物っていうのでテンプラスの日に食べる揚げ物っていうので天ぷらになったんです。だから長崎こ発祥っていうのはもやしがそうです。もやしは長崎発祥だから人間さんがあそこに発祥豆っていうのをちょっと持ってこられて、そして万福寺の方においでになった時にその時にもやしを持ってこられて、中国からもやしの作り方を。だからあそこの近くに伊勢町である伊勢神宮のところはもやし屋さんがあそこ川のところでもやしを作ってたんです。だから本当のもやしってね、糸みたいなもやしだった昔は、今はねもうお助け家計お助けもやしですけども、長崎だけしかなくて、朝とったら
もう昼には枯れてしまう昔の旧軟石市内って言ったら小樽屋のところから駅の辺があれだから今ちょっと考え方は踊町のところが、旧長崎市内でそこぐらいに食べられてた野菜ものすごく珍しかったんですよ。コンペイトーでお父様にあげるのは、女の子だからちっちゃくて可愛らしいっていうこともあるんですけども昔はねこれ珍しくてフラスコでガラスのビードロに入れておびねてねだからそのビードロガラスの瓶っていうのも珍しい高級品だったんですよね。でフロイスって宣教師がいらしてでその人が織田信長に謁見するときにフラスコに入ったコンペイトーをお土産に持っていったっていうのがもうフロイス通りっていうのが県庁のところも昔教会でしたから昔の県庁のところは教会ですからそこをずっとこうして長崎街道を通って見て信長のところに行かれたと思いますけどもその時のお土産がコンペイトー。でコンペイトーとかお砂糖のお土産っていうのは珍しい大変喜んだんですねお土産にするので珍しいっていうことで腐らないっていうことですから大変お土産にはなんかすごくでそこを通ったのがシュガー長崎街道をシュガー長崎から小倉の常盤橋までが長崎街道でそこにシュガーロード砂糖の道って言われてるんです。